生産効率性を上げ、限られた時間内でも成果を上げたい。でも、具体的にどう考えればいいのかわからない。事務所や工場などの職場でこのような悩みはありませんか？この動画では参考になる考え方を解説します。前回の動画では仕事の効率化シリーズ第4弾として変数と定数についてお話しさせていただきました。この動画では仮説思考と問題の構造化についてお話しします。日々の仕事で問題解決していくにあたって、問題の表面しか見えておらず、問題の本質や構造を理解できていない気がするといったお悩みをお抱えの方は、特にご覧いただけると良いと思います。この動画では、仮説思考と問題の構造化により、限られた時間でも大きな成果を生み出す方法を解説します。早速ですが、まずは仮説思考についてお話しします。問題解決するためには、物事を判断して前に進めていくことが重要です。その際の意思決定のための重要な考え方として仮説思考があります。ここでは仮説思考とは、問題に直面した際に完全に情報が揃っていなくても、自分なりの仮説を立て、それをもとに行動や分析を進めていく考え方と定義します。例えば製造業で不良品が発生してしまったときに、なぜ不良品が発生したのかを考えるとします。ここでまず、あらゆるすべての情報を集めるのではなく、刃物の管理不足が原因ではないかと仮説を立て、一定期間経過後に刃物を交換するように変更し、改善されたかを検証するという仮説、行動、検証のサイクルを回すことが重要となります。仮説思考に対する考え方として、網羅的思考というものが挙げられます。網羅的思考は、問題に直面した際に考えうるすべての情報を揃えてから、それをもとに行動や分析を進めていくという考え方です。仮説思考のメリットは、網羅的思考と比べてみるとよくわかります。仮説思考のメリットは、仕事をこなすスピードが速くなることです。常にいろんな仕事を抱え、時間も限られている中で、何とか仕事をこなしている方は多いと思いますが、仮説思考をうまく使いこなせると、スピーディーに仕事をこなせるようになります。最初に間違った仮説を立ててしまうこともあると思いますが、仮説、行動、検証のサイクルを短期間に何度も繰り返すことを意識することで、仮説の精度が上がっていき、トータルとして短期間で仕事を進めていくことができるようになります。注意点として、1回の行動に多大なコストがかかる場合、網羅的思考によって慎重に判断した方がいい時もあることを挙げさせていただきます。どちらが一概にいい悪いというわけではなく、場合によって使い分けが必要となります。ただ、一般的に情報収集に時間をかけすぎて、仕事が前になかなか進まないといった場合の方が多いと思ったため、今回は仮説思考のメリットを重点的に取り上げてみました。仮説思考の次に問題解決能力に関するものとして、問題把握のための重要なスキルである問題の構造化について説明します。問題の構造化とは、漠然とした問題を分解・整理して全体像や本質を明確にする方法です。例えば、なぜ売上が上がらないかについて考えるとします。ここで売上を単価×個数に分解します。数学でも因数分解というものがありましたが、同様な考え方によって問題を分解します。次に個数をさらに因数分解して、売上イコール単価×1回あたり注文数×注文頻度に分けます。次に単価を通常納期の場合と特急対応の場合に場合分けします。このように因数分解と場合分けを使って大きな問題を手に負える大きさまで分解します。このように因数分解と場合分けによって問題の構造化を行った後、
特急対応の単価に注目するとします。ここで単納期を新しい付加価値として提供することで売上が上がるのではという仮説を立ててみます。その後、実際に単納期ニーズがあるかどうかを調査したところ、ニーズが十分あることが確認できたとします。単納期対応のためには工場の生産能力に余裕を持たせないといけませんが、確認したところ、現在の生産でいっぱいいっぱいで、新たに単納期サービスをするには生産能力が不足しているということが確認できたとします。このように仮説思考をもとに考えをどんどん進めていきます。次に、工場の生産能力を設備台数×稼働率に因数分解し、問題の構造化を再び行います。ここでまた仮説思考により、人材教育の遅れにより稼働率が低いのではと仮説を立ててみます。このように仮説思考と問題の構造化を組み合わせて、どんどん思考と行動を進めていきます。ある程度行動してみることで初めてわかることもあります。例えば、ここまでの人材教育に稼働率改善の余地があるのではという仮説に基づき加工現場を調査すると、日々の生産に追われ新人を教育する暇がないといった意見が出てくるかもしれません。そこで解決策を考え、例えば動画配信により基本的な内容は隙間時間でも繰り返し学習できるように環境を整えることを目指し、動画コンテンツの企画作成に取り掛かることもあり得るでしょう。実務との関連の例として、品質管理業務で使用されることの多い特性要因図と絡めてお話しさせていただきます。なお、過去の動画で特性要因図を解説した動画シリーズを公開していますので、品質管理の特性要因図について詳しく知りたい方は、ぜひ合わせてご覧ください。ここでは詳細は省きますが、組み立て不良に関する特性要因図として、このような分析ができたとします。その中から、マニュアル整備不足、刃物管理の不足、外注との品質要件の打ち合わせ不足、急な受注への対応が主な原因と定めたとします。先ほどの膨大な項目の中から、この4つが怪しいとピックアップすることが一種の仮説思考と言えます。実際には、パレート図などを用いた現状分析の上で項目を絞り込むことも重要ですが、実際には現状分析に時間が取られてなかなか前に進めないといったこともあると思います。そのような時には仮説思考である程度の見切りをつけて前進していくことも重要になってきます。限られた時間の中で実際に改善していくためには優先度の決定が重要です。ここではそれぞれの項目の影響、発生頻度、取り組みやすさを評価基準として第一優先と第二優先の項目を決めています。詳しくは先ほど紹介した過去動画と合わせてご覧ください。まとめです。仮説思考と問題の構造化は問題解決のための強力なツールです。毎日忙しい中、成果への影響やインパクトが大きいところに注力して取り組みたい。いつも同じやり方をしているけれど、行き詰まりを感じているといった場面で活用できると思います。仮説思考と問題の構造化では、物事をそれなりに深く考えていくことが必要です。まずは小さなことからでも、日常業務の中で、この問題の本質は何か、このような可能性はないか、といったことを考えてみることから始めてみてはいかがでしょうか。この動画を気に入った方はチャンネル登録をよろしくお願いします。今後も製造業に関する役立つ情報を発信していきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。